こんにちは、アルシチャンネルです。今回は人生の意味。著者のキャロル・アドリエヌさんは世界的なスピリチュアルカウンセラーです。今のように有名になる前に偶然が重なって世界的ベストセラーである聖なる予言という本に出会い、その本のガイドブックを発行した方です。早速ご紹介していきましょう。自分の人生の目的が何か知りたいんです。20年間、私のクライアントたちが抱えている最も深刻な悩みでした。あなたは家の中をあちこち歩き回って、ある部屋に入った瞬間、一体自分が何をしようとしていたのか忘れてしまったことはないでしょうか。実は生まれる瞬間、同じことが人間には起こっています。すなわち、生まれる瞬間、この世で果たすべき目的を、ほとんどの人は記憶の中から失ってしまいます。しかしこれは人間にとって必要なことなのです。どんな人間にもたくさんの前世があるとするなら、その一つ一つの前世にはそれなりの目的があります。そして目的を実現するために多くの経験を積み重ねていたことでしょう。中には志半ばで果たせなかった目的もあるはずです。東洋ではこの未完成の目的をカルマと呼んでいます。例えば、あなたがある前世で酔った挙句ある女性をめぐって決闘し、18歳で命を落とした音楽家だったとしましょう。この人生であなたは自分の音楽の才能を磨いていくチャンスを不意にしてしまいました。あなたの魂は楽器を演奏したいという強い願望を持っていましたが、それはついに果たせずに終わったのです。死んでいくとき、あなたは怒りに駆られたに違いありません。このカルマは肉体が滅びた後も消えずに残ります。生まれる前、あなたの魂は人生の目的を選択しようとします。この時、このカルマをもっと後の人生の課題として取っておくか、次の人生で決着をつけるか決めるのです。しかし人間は前世の記憶や感情をすべて記憶したままで新しい人生を始めることはできないのです。前世の怒りをすべて溜め込んだまま新しい人生を始めたいと思うでしょうか。もちろん答えはノーです。しかし前世で深い因縁があった魂とは再び人生で巡り合うことになっています。その魂は今度はあなたの恋人になるかもしれませんし、敵になるかもしれません。友人かもしれませんし、ひょっとするとあなたの親ということだってあるのです。このような視点から人生を眺めるとき、大切なことは人を色眼鏡をかけて見てはならないということです。今の世の常識と外見だけで判断することは不可能です。ホームレスとして暮らした体験を楽しんだ魂もあれば、ホームレスに手を差し伸べることで人生の目的を果たした魂もあるでしょう。学歴やお金がある人が偉いと決めつけることはできないのです。人生に優劣などないのです。あなたが自分の人生の目的を知りたいと思っているなら、あなたはきっと日常生活に漠然とした不安を抱えているに違いありません。いたずらに時が過ぎ去っていくと感じたり、意味がないことに毎日を費やしているといった焦燥感に駆られているはずです。今の自分を変えたい、やりたいことを見つけたい。このような感情を抱くのは、実はあなたが世の中に目的を持って生まれてきたことの証拠でもあります。焦りは禁物です。この動画を聞いている今も、その願いは少しずつ叶えられているのです。また、自分の進む道を誰かに妨害されていると感じているかもしれません。しかし、今この瞬間、あなたはまだ人生の目的を模索する段階にいるに過ぎないのです。脇道にそれているわけではありません。しかし、もしあなたの人生が障害の連続だったとするなら、今までとは別の角度から
人生を眺めてみる必要があるでしょう。自分が本来進むべき道を歩んでいるのなら、物事はいずれ前に進んでいくはずだからです。人生が障害ばかりだとするなら、一度立ち止まり、どうすれば自分の考えを変えることができるだろうと、自分に問いかけてみる必要があります。職業という狭い枠にこだわってはいけません。人生の目的とは、最終的には愛の力を磨いていくことにあるからです。本来の自分の姿はどのようなもので、どのような人間に成長していきたいのか、この視点から人生を想像していくことが大切です。そして、魂の目的を発見するために必要な2つの前提があります。一つは、自分の身の回りに起こる出来事には、すべて意味があるということです。あなたの人生に起こる出来事は、すべて人生の目的を実現するために必要だから生じているのです。この考えを受け入れられるようになれば、今まで見過ごしてきた出来事にも注意を払えるようになります。そして、今の人生がどうであろうとも、与えられた状況を足場に学び、成長していくことで、より高いステップを選択できるようになるのです。一瞬一瞬が人生の目的を発見するための大切な足場であり、次の段階に進んでいくための創造的チャンスなのです。自分の視点を外から内側に向けて、あらゆる出来事が起きた意味を見つけ出す努力をしてください。そうすれば、あなたのエネルギーの場に変化が起きてくるでしょう。心をオープンにしていれば、体内を駆け巡るエネルギーの振動が増え、シンクロニシティ、つまり意味のある偶然の一致が発生する回数が増え、あなたの前に未来が開かれていくのです。あなたには常に新しい出会いの機会が待っています。その出会いをありふれたこととして見過ごさないようにしてください。そして、魂の目的を発見するために必要な前提のもう一つは、すべてのことは実現可能ということです。私は今、すべてのことは実現可能だと自信を持っています。なぜなら、私は予想もしなかった人生の転機を何度も体験し、奇跡は必ず起きると確信するようになったからです。不可能なことは一つもない。そう思えた瞬間、閉ざされた心の中に小さな扉が開いたような気分になり、溝落ちのあたりがかすかに震えるのを感じました。今のあなたには奇跡を心から信じられないかもしれません。でも、現状を変えてあなたの望む状況を作るために祈ることはできるでしょう。すべては実現可能であるという信念を強くするために、シンクロニシティ、意味のある偶然の一致が起きるように祈ってみてください。いずれその祈りは通じ、あなたの前に意味のある偶然の一致が現れるでしょう。また、人間はジレンマにも陥ります。果たすべき目的があるのに、それが何か理解できないせいです。あなたは目的を持って生まれたことに気づいています。ところが、神秘的なものに気がつかなかったり、世の中は弱肉強食の世界だと教えられて育ってきたのなら、人生の目的はこの世の中のシステムで勝ち抜くことだけのように思えてきます。このような考えにがんじがらめにされていると、持っているものや他人からの評価、お金などについてあれこれ考え、頭を抱え込むことになるでしょう。人は自分の理想にたどり着くためには、お金や権力が必要だと考えがちで、それが手に入らなければ自分は価値のない人間だと思い込み、絶望や無力感に陥ってしまい、人生に愚痴をこぼし始めます。人生の目的を自分の外に設定し、やがてそれを達成不可能なものに祭り上げていくのです。幸運に恵まれなければ、人生はこれ以上うまくいかないと思ってしまうのです。しかし、人生の目的とは、所有物や職業などとは
まるで関係がありません。大切なのはどんな仕事をしているかではなく、どんな生き方をするかなのです。あなたが本来あるべき自分の姿に戻ろうと決意をすれば、一瞬一瞬に本当の目的が見つかるようになるはずです。あなたの心にこう問いかけてみてください。あなたの職業や学校、住んでいる場所や所有しているものの話はせずに、自分をどのように説明しますか？あなたの人生に影響を与えた人は誰ですか？その人の特徴は何でしたか？人間の体内には目に見えないエネルギーが駆け巡っています。すなわち人体とはエネルギーが縦横無尽に動き回っている場なのです。人はその時の肉体、感情、魂の状況に応じてこのエネルギーを外に放射しています。それと同時にこのエネルギーはその人の心の状態に応じて目的の実現を手助してくれる情報や人物を引き寄せる磁場の役割も果たしているのです。あなたに簡単な質問をしてみましょう。今、あなたのエネルギーの状態はどうでしょう？10段階で10が最高のエネルギー状態とするなら、今のあなたは何点ぐらいですか？何の不満も抱かずに目を覚ますことができるなら、エネルギーの状態を6か7と評価します。この状態にいるなら、この動画を聞いている瞬間も、自分は人生の目的を引き寄せる方向に向かっていると考えてください。エネルギーの状態が2から3のレベルにあるなら、すべてのことが実現可能であるという原理を思い出してください。もちろんその日によってエネルギーの状態が高い日もあれば低い日もあるのです。気分が落ち込んでいるときは人生で感謝しなくてはならないことをすべて思い出してください。屋根の下で暮らせること、気持ちの良いベッド、隣の家の美しい樹木など、自分が感謝すべきことに意識を集中します。そうすれば、あなたのエネルギーレベルは必ず高くなっていきます。より高いエネルギーの状態で活動していれば、魂の目的が実現する方向に自然と向かっていくものなのです。あなたの心構えがあなたの世界観を作り、人生の目的を引き寄せる役割を果たしています。あなたの心のエネルギーがプラスとマイナスどちらの磁力として働いているのか調べてみるのがいいでしょう。否定的な考えはあなたが無意識に魂との距離を置いていることが原因で生じてくるものです。この状態でいると自分の意志だけで全てを処理しようとしてしまいます。しかし、同情や信頼、シンクロニシティの追求のような価値観の一つでも取り戻すことができたなら、人生はもっと充実して希望にあふれたものになっていくでしょう。そうすることで、あなたの人生の目的は宇宙の目的とも結びついていきます。この絆が深まっていけば、宇宙もあなたの目的を後押ししてくれるでしょう。目を覚ました瞬間、体内には 100% のエネルギーが蓄積されているとします。あなたはこのエネルギーを有効に活用しているでしょうか？おそらくそうではないはずです。ほとんどの人が多くの時間をイライラしたり、悩んだり、不安を抱えていたり、人を憎んだり、後悔するために使っています。いくら成功を望んでも不安や後悔ばかり抱いていたら、いい成果は生まれません。しかし、自分の誤りに気づきさえすれば、不幸な結果を招かずに済みます。自分には責任がないと思い込んでいる問題のほとんどが、その人の心の持ち方が原因で発生しているのです。あなたが招いてしまう困難の原因は、気づかないうちに頭に思い浮かべてしまうあなたの考えなのです。シンクロニシティは単なる偶然の導きに過ぎないように見えます。しかし実際は人間が成長するために宇宙が仕組んだものなのです。どんな人も自分の人生の目的を実現する方向に向かっていくことができます。だからリラックスして心を開き、
人生の目的を実現するきっかけとなる出来事に気づかなくてはなりません。シンクロニシティとは意味のある偶然の一致のことであり、あなたが必要としているものを提供してくれる現象のことです。必要な情報を提供してくれる人物に偶然出会うといった出来事もその例の一つです。シンクロニシティは因果関係では説明のつかない方法で人や情報と結びつけてくれます。つい最近まで物質世界は論理だけで説明されていました。過去500年間の科学的方法は原因と予測される結果を直接結びつける筋道を探してきたのです。この筋道のことを証拠と呼んできました。証拠とは物事が発生する理由や方法を説明し、その物事を意識的に再現できるようにするものです。このような因果関係は人生について理解したいという人間の欲求に応え、人々に安心感を与えていました。ところが、このような状況は徐々に変わろうとしています。量子力学で解明されたように、原因と結果を観察するだけでは、物質世界の現象は一部しか説明できないのです。人間は時間と空間に束縛されている存在だと思われてきましたが、それは誤りだったのです。ある科学者が分子の中の粒子を分離して、その粒子の一つの回転を変えてみました。すると、遥か離れた場所にあるもう一つの粒子も同じように回転を変えたのです。粒子間の関係は時間や距離の影響を受けず維持されていたのです。すなわち宇宙にあるすべてのものが互いに関連し合っているのです。頭にふと思い浮かべた人物から電話がかかってくる。そんな説明のできない出来事をどのように思いますか？アドレス帳である人物の住所を探していたとき、たまたま他の人の名前に目が止まったとします。その直後、その人から電話がかかってきた場合、この人はあなたに伝える何らかのメッセージを持っています。このような偶然の一致が起きたときは、心を落ち着けてください。頭をリラックスさせ、直感が浮かびやすい状況にして必要な情報を手に入れます。次のような質問を自分にしてみるといいでしょう。私は今何をしていたのか。この人と自分の間にはどんな関係があるのか。この人は自分の抱えている疑問に答えてくれる情報を持っているか。この偶然の一致は何を暗示しているだろう。元気が湧いてやる気が起きてきたか。この人と会えば何か起こりそうな予感がするか。このようにあなたの心に問いかけてみてください。大切な情報は話の最後にさらりと出てくる場合が多いものです。相手と別れるのがなんとなくためらわれる場合には早く席を立たない方がいいでしょう。相手の笑顔や目の輝き、誠実さに気づき、相手にポジティブなエネルギーを送ります。あなたの計画や疑問について話したいなら、口に出してみてください。忘れてならないことは、あなたのエネルギーの場は、人生の目的を発見するために、目的を実現してくれる人物、場所や出来事を常に磁石のように引きつけようとしていることです。直感を利用していますか？もちろん答えはイエスです。直感的でなければ、あなたはこんなに長生きできるわけがありません。私たちの祖先は獲物を探したり、明日の天気を予測したり、薬草の性質を明らかにしようとするとき、直感力を利用していました。直感とは、意識よりも深い層から浮かんでくる、生まれながらに人間に備わった能力なのです。ところが500年ほど前から、合理的に考えることで全てのことは理解できると信じるようになり、全ての結果に原因を求めるようになりました。残念ながら直感から受け取った情報には
原因を見つけ出すことはできません。そのため、ほとんどの人は直感を捨てるか無視するようになってしまったのです。直感は未来の出来事を肌で感じ取る能力です。数学者がひらめきによって科学の謎を解き明かしたという話をきっと耳にしたことがあるはずです。直感は人間が持つ重要な能力の一つです。また、腹の底から何かが湧き上がってきたり、体がゾクゾクしたりといった肉体を通して現れてくることもよくあります。普段は全く忘れていても、必要な時に記憶の底から浮かび上ってくる方法も直感の一つです。直感が鋭くなれば、それだけシンクロニシティが発生した意味も見つけやすくなります。そして、偶然の出来事の意味を見つけ出すことに意識を集中していれば、直感もそれだけ鋭くなっていくものなのです。今という瞬間との結びつきを深めていけば、心の中で囁いている目的に導いてくれるヒントにも徐々に従っていけるようになります。新しい方法で何かをやってみようという考えが浮かんだら、すぐに実行してみることです。素早く行動に移せば、それだけ早く波に乗ることができます。なかなかアイデアを実行せずにいると、体内のエネルギーの流れがよどんでしまい、あなたは疲れて挫折を感じてしまうでしょう。魂との連絡が途絶えてしまったと感じる場合には、数分間、心を空っぽにしてみてください。そして、魂との連絡を取り戻すために、愛と優しさのエネルギーを自分の中に注ぎ込んでください。愛に溢れた時間、恋人とキスをしたり、ペットを抱きしめた時などの記憶を思い浮かべます。1分間座りながら、その記憶を頭に思い描きます。その時、頭の中にどんなアイデアが浮かんできますか？そのアイデアこそ、あなたの魂から送られてきたものなのです。リラックスしながら、そのアイデアに耳を傾けていれば、多くの指針を必ず与えてもらいます。メッセージをすぐに受け取ろうと焦ってはいけません。適切な直感は少しずつ現れてくるものなのです。誰もが自分に疑問を抱いたり、世の中とのズレを感じたりした経験があるはずです。それがどの程度のものであれ、空虚感はその他のすべての感情と同じく、知らない間に生活の中に忍び込んできます。人生に失望して落ち込んだり、何もかもうまくいかず途方に暮れた経験があなたにもあるでしょう。しかし、意味のある人生という観点から見れば、平穏な状態を乱すとはいえ、空虚感は必要なものであり、精神的に成長していくためには、避けて通れない通過点なのです。空虚感は、失恋や離婚、失業のように、予想しなかった生活の変化から生まれてくるかもしれません。また、このような不幸な出来事が起こらなくても、生きている実感がつかめなくなったり、人から認めてもらえなかったりするために、虚しさにとらわれてしまう可能性もあります。神秘主義者たちは、この深刻な疎外感を、魂の暗い夜と名付けました。暗い夜と魂には、どのような関係があるのでしょう。それは、魂と私たちの絆が断ち切られてしまうからです。空虚感に襲われたとき、危機に陥るのは、あなたの魂に他ならないのです。しかし、空虚感を感じたからといって、あなたに欠陥があるわけではありません。ましてや、過ちを犯したわけでもないのです。だから、価値のない人間だと自分に辛く当たるのはやめましょう。むしろ、空虚感を人生の次のステップに移るために通り過ぎなくてはいけない道と考えましょう。この期間は新しい自分が芽生えてくる時期なのです。空虚感に陥ると、それまで培ってきた
自分の一部が捨て去られます。そしてその空白になった部分に新しい成長の土台を準備するチャンスが生まれてくるのです。この時期私たちはエネルギーの場の構造を組み替えているのです。すなわち新しい教訓を人生の中に取り入れ、古くなった考えを捨て去ろうとしているのです。空虚感に襲われている間は、今までの自分と決別して、新しい自分に成長していくための死と再生の時期と考えてください。スイスの心理学者カール・ユングが作った影という心理学の言葉は、自分自身のことで受け入れることができず、目にもしたくないすべてのことを意味しています。私たちは自分の持つこの暗い面をいつ表に飛び出してくるかわからない邪悪な考えと考えがちです。しかし、もっと正確に言えば、この影の中にはマイナス要素ばかりではなく、まだ自分では気づいていない資質も数多く詰まっているのです。このような影が形成される原因は何でしょうか？それはあなたの自我が他の人から認めてもらうために作成した計画とは相入れない要素を排除しているためです。幼児は親に叱られたり馬鹿にされたりしている自分の性格を表に出さないようにします。影は幼児の頃から築き上げられていくのです。思春期には周囲の人に受け入れてもらうために相手に嫌がられる部分を隠すようになります。また興味深いことですが、ユングによると、子供は親の影の部分を無意識に行動に移してしまうそうなのです。誰しも20代までは人から愛され受け入れてもらうために外向きの顔を作り上げていきます。人生の目的についてはあまり考えず、他人の期待に応えて生きていこうとするのです。影とは自分についている嘘のことです。影は燃え盛る炎のように抑えきれない衝動として姿を現してくるかもしれません。実は魂の目的を見つけるために調べなくてはならない領域はあなたの影の部分なのです。まずはこの影の部分が悪いものとは限らないと理解することです。私たちはこの部分を悪者扱いしています。子供の頃、怠け者と言われながら育ってきた場合、あなたはその言葉を信じ込み、自分を怠け者だと決めつけて、怠け者を自分の性格の一部にしてしまいます。それが大人になっても続いていくのです。あなたが魂の目的を見つけるためには、あなたのエネルギーを使わなければなりません。自分の影の部分を抑え込むのにエネルギーを注ぎ込んでいると、恐怖や不安が芽生えて、人生の目的を実現するのは無理だと決めつけてしまいます。ここで人と付き合う上で、障害となる行動パターンをいくつか挙げます。あなたに当てはまるものはあるかどうか考えてみてください。すぐに人と親しくなるけど、後で後悔して及び腰になってしまうことはありませんか？様々な仮面をかぶって相手に合わせて振る舞いを使い分けていませんか？揉め事を起こさないことが最善の手段だと思っていませんか？自分がやることはすべて人に認めてもらいたいと思っていませんか？自分のことばかり喋って主導権を握らなくてはいけないと思っていませんか？人の意見にあまり耳を傾けていないのではないですか？自分の考えを人に隠していませんか？他人が間違いをしたとき、心がウキウキしてきませんか？自分を一匹狼だと思っていませんか？あなたはグループの中で真実を把握している唯一の人間だとうぬぼれていませんか？自分が正しいことが証明されたとき、充実感を感じていませんか？自分のミスを素直に認めようとしないのではありませんか？
いつも不満を抱き、誰かに不平を漏らしていませんか？欲求や不満を他人の力で解決してもらおうとしていませんか？状況が不利になったら逃げていませんか？どうでしょうか？当てはまるものがあったら、紙にその項目を書き留めてください。その紙を目に見えるところに貼り、自分はこの行動パターンと縁を切ったことを常に確認してください。大切なことはこのように、あなたの影の部分を常に意識していられるようにすることです。自分を非難せず、今度はもっといい選択をすると心に誓うのです。覚えておいてほしいのは、変化はすぐ訪れるとは限らないということです。この影のパターンは、あなたの性格に深い影響を与えていて、あなたらしさを演出するのにも役立っています。影のパターンはいけないとか、自分をダメな人間にする原因だと考えるのは禁物です。自分を批判したところで、かえってその影を太らせてしまうだけです。むしろ、この行動パターンを利用して自分を観察し、どうすれば新しい人生に旅立つことができるのか、学ぶことが大切です。例えば、あなたに喋りすぎというパターンがあるなら、一緒に部屋にいる人と10分間話さなかったら、自分はどんな気持ちになるのか、心に問いかけてください。黙っているのが怖い理由は何でしょう？人と一緒にいるときに、あなたが喋らずにいることで、体が緊張してくるのを感じてください。この時の感覚を思い出し、どうしてそれが生じてきたのか、原因を書き出してみましょう。あなたの人生をしっかり歩んでいくためには、問題や障害を巧みに処理していかなくてはなりません。精神的に成長していくと、エネルギーの流れる方向を決定しているのは、自分の思考であることに気づくようになります。そして、自分の進路を決めなくてはならないとき、シンクロニシティと直感が行き先を教えてくれることも分かってきます。人生をしっかり歩むことができるかどうかは心の動きで決まるのですから、心の中の状態に気がつけば、問題を抱え込んで、ニッチもサッチもいかなくなることも少なくなります。あなたの魂は元気を取り戻すことができます。問題が発生しても、自分を成長させ発展していくためのチャンスとして活用していけるのです。今までの考えをすぐに変えることは難しいかもしれません。でも、しばらくすれば、この訓練があなたの新しい習慣となっていくことでしょう。